論語始まるよ。皆さんこんにちは、今日も論語をやっていきましょう。今日はですね、この文をいきます。有志曰く、礼の和をもって尊しとなす。洗脳の道はこれを美となす。小大これによるも、行われざるところあり。和を知りて忘れども、礼をもってこれを節せざれば、また行うべからざるなりという、こういうことなんですが、これ皆さん聞いたことあるかもしれない。これ最初ね。礼の和をもって尊しとなす。これをもってと言います。これはこれと同じです。これと同じですね。これは聖徳太子、戸の巫女って今言われてますけど、聖徳太子って教科書ではもう言わないらしいですけども、その17条憲法に載ってます。で、17条憲法はこれだこれだって言われてますけど、実は17条憲法の中で、よく読んでみると17しかないですから簡単なんですけども、それ全部読んでみますとね、論語から取っている言葉がいっぱいあるんです。で、聖徳太子っていうのは仏教じゃないのってよく思うかもしれないですけども、実はそうなんですけどもね、仏教と儒教、これ儒教ですよ。論語っていうのはどういうふうに関係したかっていうのも、当時の勉強しなきゃいけないところなんです。政治は論語、学問は仏教、そんなふうな簡単にざっくり言うとね、そんなような枠組みであったんではないかって言われてます。その話はちょっと置いといて、この言葉が使われてます。で、有志というのはですね、有寂という人です。これも孔子の弟子ですね。この有寂っていうのはどういう人かっていうとね、孔子に似ていたっていうんです、とっても。で、孔子が亡くなった時のね、葬儀委員長を務めた人なんですけども、この人が、孔子に聞いた、有寂という人が言ったんですね。礼の和をもって尊しとなすっていうのは、これ孔子が言ったんじゃないですよ。礼というのは礼儀です。礼儀というのは調和が一番いいんだっていうことですね。調和が一番いいんだと。古の皇帝の道は全部この礼と調和でやっていたんだって。それが美っていうのは美しいじゃないですよ。素晴らしいっていう意味です。素晴らしいということになっていたんだ。でもですよ。礼と言っても、この礼はルールとか決まりですから、ルールとか決まりっていうのはね、いろんなレベルがあるんです。例えば子供のルール、子供の決まり、大人の決まり、おじいさんおばあさん、それから女の人男の人、どんな職業をやっているか、今どういう状況にあるか、季節が何かっていうと、もう礼も変わってきますね。お葬式の時の礼儀を結婚式の時にやっちゃまずいでしょ。で、そういうのがめちゃくちゃあると、その使い分けっていうのは難しいんですよ。でもそれで世の中っていうのは動いてるんです。で、これは調和をもってしましょうっていうことなんです。で、その時にも小大これによるもっていうのはね、大きいものも小さいものもあるっていうんですよ。その礼儀の当てはむところはね、大きいものも小さいものもあるという。で、困っちゃうんだっていうんですよね。何でもかんでもあると。だからその時にどうするかっていうと、和というのが出てくるんです。この和というのはですね、調和と今言いましたけども、別な言葉を使うとね、けじめ、枠組み、こういうことですね。本来礼というのはこれルールですから、ルールの中にもけじめと枠組みがあるんだということね。で、ずっとこれ見ていきますとね、和が一番いいという、調和が一番いいんだって言うんですけども、調和ができないものもあるんです。礼をもって節せざればっていうのは結局ね、調和をしよう調和をしようって言ってアメリカと中国がなかなか調和できないわけですよ。政治体制が違いますからね。で、これは、いろんな国の国民性、とか、民族意識だとしますと、この礼というのは例えば、こういう意味になりますね。い
いろんな国民性、いろんな地域、いろんな国があっても、それは将来いろんなルールによってバラバラになってしまう。それを国家の方針でこれをけじめをつけなければ、これは運営できませんよっていう意味です。だから何でもかんでもよく言いますけどね、調和だ、仲良く仲良くって言いますね、今ね。何でもかんでも仲良く。壁を作んないように仲良くしましょう。仲良くできないんです、人間っていうのは。これがあって。正代っていう言葉は使いましたけれども、それぞれの都合がありますよね。あります。人々の都合があるんです。考え方の違いもあります。だから、何でもかんでも誰でも彼でも調和はできないんです。その時にできないから仕方がないから、この人たちはこういう枠ではめましょう。この人たちはこういうルールを作りましょうっていうのが、これは礼なんです。調和と礼儀というのはとってもこれ難しい話で、ルールには必ず調和、調和には必ずルール、これを持ってこないと誰でも何でも仲良く仲良くっていうのはね、いけないんです。例えば喧嘩してる人がいますよね。で、闇雲に止めますよね。やめろやめろやめろって闇雲に止めます。止めるとね、とにかくその場はいいんです。困っちゃいますからね、周囲の人はそこで暴れられると。だけども何でもかんでも握手しろってダメなんですよ。やっぱり喧嘩してる人の間にはね、それぞれの都合があるんです。その都合を聞いてやらなければこれダメです。だから和というのは全てに対して何でも仲良くなれちゃダメだってことですね。それがやっぱりこのルールということです。ここで言えば礼ということですね。この礼というのは礼儀礼儀ってよく言いますけどね、礼儀礼儀って言いますけれども、堅苦しいとか、ガチガチに固まってるとかって思われちゃダメで、結局人間っていうのは自由気ままに生きたいですけども、自由気ままに生きられないんですよ。やっぱりいろんな人がたくさんいますからね。でその時に、じゃああなたはこういうところでやってください、じゃああなたはこういう場面で出てくださいっていうふうな枠組みがありますよね。それを持ってくるということで、一番だからここで言いたいというのはね、おそらくこれ論語が17条憲法の中で使われたというのはね、当時は戦いばっかりしていたんですね、日本は。だからその中で、仲良くしましょうと、連合をしましょうとか、そういうふうな話があったんですよ。でもその時にこの礼というのを使わないとダメでしょうねっていうふうに、おそらく、聖徳太子にそれを進言した人がいたんでしょうね。簡単に言えば、その大和の人と九州の人が仲良くしようと言っても利害関係がありますから簡単にできないんですよ。だからあなたはこれよ、あなたはこれよっていうふうなことをちゃんと、考えてあげましょうということです。それをだから今地球規模で考えた場合、中東であるとか中国であるとかソ連であるとかアメリカであるとかっていうのはそれぞれいろんなこと言います。で調和しましょうっていうのはいいんですけども、礼というのを持ってこなきゃダメなんですね。これはだからけじめなんですね。ルールなんです。平和になるってことはとってもいいことなんです。でも平和の中にも必ずけじめがあります。これね。どっちかというと平和の中の我慢ですね。平和っていうのはみんなが我慢しなきゃならないんです。でこれは和というのは、これは我慢を求める、忍耐を求めるものです。忍耐がなければ絶対に調和はできません。その忍耐を決めるものが、礼というこのけじめということです。だからこれでこの章で分かってほしいのは、孔子がよく言ってたんですけども、争いであるとか戦いであるとかいさかいであるとかっていうのをなだめるのはいいんだけれども、とにかくその人たちをなあ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 っていう、なだめるところは忍耐を使うということですね。この忍耐を使ってたらいつか爆発します。これはで爆発させないようにこれでくくりましょうって言ってるんです。これを例でくくりましょうってことですね。でいろいろ礼儀があります。ですから
両方ともこれ分かってなきゃダメですね。何でもかんでも仲良く仲良く仲良くっていう、方針であるとか運動であるとか団体であるとかというのはやっぱり必ず限界があります。これを作らなきゃいけないね。壁ですね。人の壁、人の枠、人の差、人の分、こういうのを考えなければいけませんよっていうのが論語の考え方です。以上です。ある